ゆっくり解説。フェリーニが見出した魂の女優、ジュリエッタ・マシーナ、伝説の傑作ベスト10。皆さんこんにちは、レイムです。そしてマリサだぜ。なあレイム、映画史には名監督と女優の名コンビは多いけど、夫婦として魂を作品に刻んだ二人組といえば、誰を思い浮かべる？夫婦で名コンビなんて素敵。仕事もプライベートも最高のパートナーってことよね。憧れるわ。その代表格が、イタリアの巨匠フェデリコ・フェリーニと、彼のミューズで妻だった女優、ジュリエッタ・マシーナだぜ。ジュリエッタ・マシーナ。クリッとした大きな目が印象的な女優さんよね。小柄で、守ってあげたくなるような魅力があるわ。ああ、その一方で、女性版チャップリンとまで呼ばれた、セリフに頼らない圧倒的な身体表現も彼女の真骨頂なんだ。今回は、そんな魂の女優と称えられた彼女の伝説の傑作をランキングで紹介するぜ。皆さんの心に残る一本も、ぜひコメントで教えてくれよな。第10位、寄せの脚光、1950。いよいよランキングの発表ね。ドキドキするわ。記念すべき第10位は、どんな作品なのかしら？ああ、ここから伝説の始まりだぜ。第10位は、1950年に公開された映画、寄せの脚光だ。寄せの脚光。これがジュリエッタ・マシーナとフェリーニ監督の、最初の傑作なのね。その通り、この作品は、フェリーニがアルベルト・ラップアーダという監督と共同で制作した、正真正銘の監督デビュー作なんだ。ここから、あの映像の魔術師のキャリアがスタートしたんだぜ。監督としての第一歩。それはすごく重要な作品じゃない。マシーナは、やっぱり主役を演じているの？いや、主役は旅芸人一座の座長で、マシーナはその婚約者、メリナ役を演じているんだ。だが、この役での彼女の演技が本当に圧巻でな。なんと1951年のナストロダルジェント賞っていうイタリアの映画賞で、見事に助演女優賞を受賞しているんだぜ。すごすぎるわ。旦那さんの監督デビュー作で、奥さんが演技賞を取るなんて、まるで映画のワンシーンみたい。最初から、二人の才能は輝いていたのね。まさしく運命的だよな。物語自体も、地方を巡業する旅芸人たちの華やかさと、その裏側にある人間的な哀愁を描いていて、まさに後のフェリーニ作品に何度も登場するテーマの原点とも言えるんだ。この作品に、後の映像の魔術師の原点と邦画が、すべて詰まっていると言っても過言じゃないぜ。なるほどね。監督としての原点、そして女優としての確かな才能の証明。その二つが、この一本にぐっと凝縮されているんだわ。そういうことだ。夫の初監督作品で、妻がその圧倒的な演技力を見せつける。まさに伝説のコンビの始まりを告げる記念碑的作品だからこそ、第10位にランクインなんだぜ。第9位、ヨーロッパ1951年、1952。夫の監督デビュー作で助演女優賞なんて、最高のスタートを切ったのね。じゃあ第9位も、もちろんフェリーニ監督の作品よね？いや、そこがポイントなんだぜ。第9位は、夫フェリーニではない。戦後のイタリア社会の現実をありのままに描いたネオレアリズムという手法で世界に衝撃を与えた巨匠、ロベルト・ロッセリーニが監督したヨーロッパ51だ。監督が違うの？しかもこの作品、主演はあのハリウッドの大女優、イングリッド・バーグマンじゃない。なんだかすごい組み合わせね。その通り、この映画が重要なのは、ジュリエッタ・マシーナがフェリーニのミューズという枠に収まらない、独立した一人の偉大な女優であることを証明した作品だからなんだぜ。偉大な女優であることの証明。一体どんな役を演じたのかしら。物語の中心は、バーグマン演じる裕福な女性アイリン。彼女が息子の死をきっかけに、貧しい人々のために身を捧げていくんだ。マシーナが演じたのは、そのアイリンが出会う貧しい地区の女性で、なんと6人の子供を持つ朗らかなお母さん、ジュリエッタ役なんだぜ。まあ、6人の子持ちで、朗らかな女性。フェリーニ作品で演じることが多い、少し影のある役柄とは全く違うイメージね。まさしく、そこが彼女のすごいところなんだ。後の道などで見せる、
口をへの字に結んだ物悲しいキャラクターとは180度違う。貧しくてもたくましく生きるイタリア庶民の、太陽のような生命力を見事に体現してみせたんだ。ハリウッドの大女優を前にしても、その存在感は全く色褪せなかったんだぜ。なるほど。夫の作品だから輝くわけじゃなくて、どんな監督の、どんな役柄でも、彼女自身の力で光り輝くことができる本物の女優だったのね。そういうことだ。女優としての演技の幅広さ、そしてその実力を世界に示した重要な一作だからこそ、このヨーロッパ51が第9位にランクインなんだぜ。第8位、街の中の地獄、1959。フェリーニ以外の監督作品でも、マシーナの魅力は全く色褪せないのね。第8位はどんな作品で私たちを驚かせてくれるのかしら？今回は共演者がすごいんだぜ。第8位は1959年の街の中の地獄。この映画の最大の魅力は、なんといってもイタリア映画史に燦然と輝く、二人の大女優の初共演にあるんだ。二人の大女優、マシーナの他に、もう一人すごい人が出てるってこと？ああ、その相手とは、ローマの猛女の異名を持つ大女優、アンナ・マニャーニだ。情熱的で、まさに魂で演じるような彼女と、繊細な表現力を持つマシーナがスクリーンで激突するんだ。当時の映画ファンからしたら、夢のような顔合わせだったんだぜ。うわぁ、それはまさに事件ね。生と同、全くタイプの違う二人が共演するなんて、想像するだけで鳥肌が立つわ。マシーナはどんな役だったの？マシーナが演じたのは、無実の罪で女子刑務所に入れられた、純朴な女中、リーナだ。ところが、マニャーに演じる女ボス、エグレから世渡りの術を学ぶうちに、どんどん悪賢い女へと変貌していくんだぜ。その変わりようが本当に見事なんだ。純粋だった女性が、悪に染まっていくの。すごく難しい役どころじゃない。それをあのマシーナが。そうだ。最初は気弱でおどおどしていたリーナが、出所して再び刑務所に戻ってきた時には、まるで別人のように厚かましくなっている。その変化を繊細かつ大胆に演じきったんだ。一方のマニャーニは、激しいけど情に熱い女ボス役で、まさにハマり役。この二人の演技合戦は、息を飲むほどの迫力なんだぜ。聞いているだけでゾクゾクしちゃう。二人の才能がぶつかり合う様は、きっと圧巻だったんでしょうね。まさにその通りだぜ。監督は名将レナート・カステラーニ。彼の手腕もあって、二人の魅力が最大限に引き出されている。イタリア映画の黄金期を象徴する二大女優の魂のぶつかり合いが見られる。これ以上なく贅沢な一本だからこそ、第8位にランクインなんだ。第7位、白い州長、1952。イタリア二大女優の共演なんて、本当に贅沢な一本だったわね。さて、第7位はどんな作品なのかしら？この作品もフェリーニとマシーナのキャリアを語る上で、絶対に外せない一本だぜ。第7位は、1952年公開の白い州長だ。白い州長。なんだか可愛らしいタイトルね。この作品の重要性はどんなところにあるの？ズバリ、これはフェデリコ・フェリーニが、初めて単独で監督を務めた、記念碑的な作品なんだぜ。ここから、本当の意味でのフェリーニの世界が始まったんだ。まあ、ついに単独監督デビュー作。じゃあ、マシーナはきっと、その記念すべき作品で、素晴らしい主役を演じたのよね？いや、それが違うんだな。なんとこの作品、マシーナの出番はほんのわずかなんだ。しかも、演じたのは道端に立つ娼婦、カビリアという役なんだぜ。主役じゃないどころか、ほんの少ししか出ないの？それなのに、どうしてベスト10にランクインするのよ？そこが一番のポイントなのぜ。確かに登場時間は短い。だが、彼女がこの映画で演じた、お人よしでどこか憎めない娼婦、カビリアというキャラクターが、とんでもなく強烈なインパクトを残したんだ。そしてこのカビリアこそが、5年後に作られる伝説の傑作、カビリアの夜の主人公の原型になったんだぜ。カビリアの夜の。じゃあ、この短い出演シーンがなかったら、あの名作は生まれなかったかもしれないってこと？その可能性は高いだろうな。フェリーニは、
この作品でマシーナが体現したカビリアというキャラクターに大きな可能性を見出したんだ。悲しい境遇なのに、どこか滑稽で、純粋さを失わない。そんな複雑なキャラクターを、セリフではなく表情と仕草だけで表現できるマシーナの才能に、フェリーニは惚れ込んだんだ。まさに、未来の傑作の種がまかれた瞬間だったんだぜ。第6位、ジンジャーとフレッド、1986。単独監督デビュー作に未来の名作の種がまかれていたなんて運命的ね。さて、第6位の発表をお願いするわ。おう、第6位は、フェリーニ映画ファンにとって、夢の再会が実現した一本だ。1986年公開、ジンジャーとフレッド。ジンジャーとフレッド、夢のような再会って言うと、どういうこと？この作品でマシーナの相方を務めたのが、フェリーニ映画のもう一人の顔、伝説の名優マルチェロ・マストロヤンニなんだ。二人の共演はファン待望だったんだぜ。マシーナとマストロヤンニが共演、イタリア映画の宝と宝が、同じスクリーンに映るなんて豪華すぎるわ。物語も二人にぴったりなんだ。かつて人気だったローダンスコンビが、30年ぶりにテレビ番組で一夜限りの復活を遂げる。過ぎ去った栄光と現在の老いを抱えながら再会するダンサーを、見事な哀愁を込めて演じているんだぜ。切なくて、でも温かい物語ね。実際の二人のキャリアとも重なって見えるようだわ。そうなんだ。そしてマシーナの演技はここでも絶賛され、イタリアで最も権威のある映画賞、ダビッド・ディ・ドナテッロ賞でまたしても最優秀女優賞を受賞した。晩年に至っても、彼女の才能は全く衰えなかったんだ。また最優秀女優賞。時代の移り変わりと、それでも変わらない絆を感じさせてくれる作品なのかしら。その通り、派手で中身のない番組を垂れ流す80年代のテレビの世界と、二人が守り続けてきた古き良きショービジネスの魂。その対比を描くことで、フェリーには現代社会への批判を込めたんだ。イタリア映画の伝説二人が、円熟味を増した演技で再び手を取り合った感動の一本だからこそ、第6位なんだ。第5位、シャイオの伯爵夫人、1969。未来の傑作の種がまかれた作品だったのね。なんだかロマンチックだわ。さあ、いよいよベスト5の発表よ。第5位はどんな作品なのかしら？ここからはさらに伝説の熱量が増していくぜ。第5位は、なんとイタリアを飛び出し、アメリカで制作されたハリウッド大作、1969年のシャイオの伯爵夫人だ。ハリウッド映画、すごいじゃない。ジュリエッタ・マシーナが、ついに世界の舞台に立ったってことなのね。まさしくその通り。しかも、ただのハリウッド映画じゃないんだ。主演は、冬のライオンや旅情で知られ、アカデミー主演女優賞を史上最多の4度も受賞した、伝説中の伝説、キャサリン・ヘプバーンなんだぜ。キャサリン・ヘプバーンが主演、それに共演者も、シャルル・ボワイエにダニー・ケイって、本当に世界のオールスターキャストじゃない。そんな中で、マシーナはどんな役を演じたの？彼女が演じたのは、ヘプバーン演じる主人公、オーレリア伯爵夫人の3人の親友のうちの1人、無邪気なガブリエルという役だ。その名の通り、まるで少女のような純粋さを持ったキャラクターで、マシーナの持つ独特の愛らしさがスクリーンで炸裂しているんだぜ。彼女のトレードマークである、クリッとした大きな瞳が、その純粋さをさらに際立たせていたと言われているぞ。すごいわ。世界のトップスターたちが集まる中で、彼女らしい役で、しっかりと存在感を示したのね。イタリアだけのスターじゃなかったことの、最高の証明じゃない。その通りだ。フェリーニのミューズであることは彼女の格だけど、その才能は国境を越えて、世界中の映画人から認められていたんだ。ハリウッドのそうそうたるスターたちと肩を並べても、全く見劣りしない輝きを放っている。彼女が紛れもない国際的女優であった証として、この作品は第5位にランクインなんだぜ。第4位、魂のジュリエッタ、1965。世界のオールスターの中でも、マシーナは特別な輝きを放っていたのね。さあ、第4位。ここからはもう、伝説中の伝説ばかりじゃないかしら？その通りだぜ。第4位は、
フェリーニとマシーナの関係を象徴する、とてつもなく重要な作品だ。1965年公開、魂のジュリエッタ。魂のジュリエッタ。まあ、タイトルに彼女の名前が入っているのね。なんて素敵なんでしょう。ああ、まさに夫フェリーニから妻マシーナへ送られた、愛の結晶とも言える一本なんだ。しかも、これは映像の魔術師と呼ばれたフェリーニが、そのキャリアで初めて手掛けた記念すべき総天然色映画なんだぜ。初めてのカラー作品。じゃあ、フェリーニの色彩感覚が爆発しているわけね。一体どんな物語なの？物語は、マシーナ演じる低粛な妻ジュリエッタが、夫の浮気を疑ったことから、現実と幻想が入り混じった白昼夢の世界に迷い込んでいくんだ。夫への嫉妬や不安といった彼女の内面が、極彩色のサイケデリックな映像で、万華鏡のようにスクリーンに映し出されるんだぜ。妻の心の中を、夫が初めてのカラー映画で描くなんて、なんだか、フェリーニ監督がマシーナの内面を覗き込んでいるみたいで、少しドキドキしちゃうわね。まさにそうなんだ。この作品はフェリーニの個人的な思いが色濃く反映されているとも言われていてな。そしてマシーナは、そんな夫の思いに見事に応えてみせた。精神的に追い詰められ、揺れ動く女性の心理を完璧に演じきり、イタリアのアカデミー賞、ダビッド・ディ・ドナテッロ賞で、堂々の最優秀女優賞を受賞したんだ。最優秀女優賞。やっぱり二人は最高のパートナーなのね。妻の名を冠した初のカラー作品で、妻が最高の栄誉に輝くなんて、これ以上ない物語だわ。その通りだぜ。夫婦の芸術的な才能が最高の形で融合し、互いを高め合った、まさに奇跡のような作品。だからこそ、この、魂のジュリエッタが第4位に輝いたんだ。第3位、崖、1955。妻の名を冠した初のカラー作品で、最優秀女優賞。本当にすごい夫婦愛と才能の物語だったわね。いよいよトップ3よ。ああ、ここからは映画史の伝説だ。第3位は、フェリーニのキャリアにおいても極めて重要な一本。1955年公開の崖だぜ。崖。なんだか不穏なタイトルね。この作品は、どうしてそんなに重要なのかしら？この映画はな、道やカビリアの夜と並んで、フェリーニの孤独三部作の一つに数えられることがあるんだ。人間の魂の救済という、彼の生涯のテーマが色濃く描かれた傑作中の傑作なのぜ。孤独三部作。それほどの名作で、マシーナはきっと魂を揺さぶるような主役を演じたんでしょうね。いや、それが違うんだ。この映画の主人公は、ブローデリック・クロフォード演じる老詐欺師アウグスト。マシーナが演じるのは、彼の仲間である詐欺師の妻、イリスという役なんだ。またしても主役じゃないの？トップ3なのに、どうして？レイム、主役かどうかだけが重要じゃないんだぜ。この映画で描かれるのは、救いようのない男たちの落ちていく魂だ。全体を覆うのは、どうしようもなく暗く、非常な雰囲気なんだ。そんな中で、マシーナ演じるイリスだけが、夫の裏の顔を知らずに家庭を守る、唯一の両親であり光として描かれているんだ。暗闇の中の、たった一つの光。なるほど。彼女がいるからこそ、主人公たちの罪深さや孤独が、より際立って見えるということなのね。まさしくその通り、彼女の出番は決して多くはない。だが、イリスのささやかな幸福や純粋さがスクリーンに映るたびに、観客は主人公たちの行動がいかに許されないことかを痛感させられるんだ。物語の道徳的な天秤として、彼女は絶対に不可欠な存在なんだぜ。その圧倒的な存在感こそが、第3位にランクインした理由だ。第2位、カビリアの夜、1957。出番が少なくても、物語の光として輝くなんて、本当にすごい女優さんね。さあ、残すは2位と1位。第2位は一体どんな伝説が待っているのかしら。ああ、いよいよ来たな。第2位は、ジュリエッタ・マシーナという女優の、そしてフェリーニ映画の金字塔だ。1957年公開、カビリアの夜。カビリア。この名前、どこかで聞いたことがあるわ。あ、白い宗教でマシーナが演じた、あの娼婦の役名じゃない。その通り、
白い州長での短い出演があまりに強烈だったため、フェリーニは彼女を主役にした映画を撮ることにしたんだ。男に裏切られ、どん底の生活の中でも純粋さを失わない娼婦カビリアの物語。まさにジュリエッタ・マシーナという才能のために生まれた作品なんだぜ。自分のために映画が作られるなんて、女優として最高の栄誉ね。彼女の演技も、きっと素晴らしいものだったんでしょうね。素晴らしいなんてもんじゃない。マシーナはこの作品で、世界の三大映画祭の一つ、カンヌ国際映画祭の最優秀女優賞を見事に受賞したんだ。名実ともに、世界の頂点に立った瞬間だったんだぜ。さらに、映画自体もアカデミー外国語映画賞を受賞するという快挙を成し遂げたんだ。カンヌで女優賞に、アカデミー賞、世界の映画賞を総なめじゃない。それほどまでに、この映画は人々の心を打ったのね。ああ、特に、この映画のラストシーンは、映画史が生んだ最高の奇跡として、今なお語り継がれているんだ。結婚詐欺に遭い、全財産と夢を奪われ、絶望の淵を歩くカビリア。そんな彼女のそばを通りかかった若者たちが、何も知らずに音楽を奏で、歌い、踊りかける。その時、カビリアは涙を浮かべながらも、カメラに向かって、はにかむように微笑むんだ。涙を浮かべながら、微笑む。想像しただけで、胸が締め付けられそうだわ。どんな絶望の中にも、人生のささやかな希望と祝福があることを、セリフ一つなく描き切った伝説のラストだ。この奇跡の演技を見るためだけに、この映画を見る価値がある。まさに至高の一本だからこそ、第2位にランクインなんだぜ。第1位、日、1954。カビリアの夜、涙なしには語れない奇跡のラストだったわ。これを超える作品があるなんて、信じられない。栄光の第1位は、一体どんな作品なの？ああ、数々の傑作と伝説を乗り越え、このランキングの頂点に立つのは、やはりこの一本しかない。映画史に永遠に輝く不滅の金字塔、1954年公開、道だ。道、ついに来たのね。フェリーニとマシーナを語る上で、絶対に避けては通れない、まさに伝説中の伝説じゃない。その通り、この作品は、フェリーニ自身が代表作と認め、世界中の映画ファンが彼の最高傑作と称える一本だ。そして何より、記念すべきアカデミー賞の、初代外国語映画賞を受賞したという、歴史的な快挙を成し遂げた作品なんだぜ。初代アカデミー外国語映画賞。つまり、世界が初めて認めた最高の外国映画が、この道だったというわけね。マシーナはもちろん、ああ、彼女が演じた、純粋無垢な魂を持つ道家の少女、ジェルソミーナは、映画史が生んだ最も愛すべきキャラクターの一人になった。粗暴な大道芸人ザンパノとの旅を通して描かれる、魂の方向と救済の物語は、見る者の心を激しく揺さぶるんだ。ジェルソミーナ、名前を聞くだけで、あの愛くるしい笑顔と、物悲しい瞳が目に浮かぶようだわ。彼女の純粋さが、ザンパノの心を少しずつ溶かしていくのよね。そうだ。だが、物語は決して甘くはない。ザンパノは彼女を捨て、数年後に彼女の死を知る。そして、今まで感じたことのなかった強烈な孤独と悔恨に襲われ、夜の海辺で一人、同国するんだ。このラストシーンの衝撃と感動は、決して色褪せることがない。ザンパノが流した涙は、ジェルソミーナが残した愛の証だったのね。思い出しただけで涙が出てきちゃう。人間の根源的な孤独と、誰かを必要とする魂の叫びを、完璧な形で描き切った奇跡の映画だ。そして、ジュリエッタ・マシーナという女優の、天使のような魂が永遠に刻み込まれた一本。これ以上の作品は存在しない。文句なしの第一位だぜ。総評、まとめ。10位から1位まで、本当に魂を揺さぶられる傑作ばかりだったわ。ジュリエッタ・マシーナは、ただの名女優っていう言葉だけじゃくくれない。本当に特別な存在だったのね。ああ、彼女はセリフに頼らず、その小さな身体と豊かな表情だけで、人間の根源的な悲しみと、その中にある一筋の希望を見事に表現してみせた。まさに、魂の女優という言葉がぴったりだよな。彼女が残してくれた作品たちは、
とこれからもずっと、色褪せることのない永遠の宝物ね。その通りだぜ。今回の動画が少しでも良かったと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をしていただけると、今後の動画制作の励みになります。よろしくお願いいたします。